この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらですね。見た瞬間ね、ドキッとさせられちゃうようなイラストですよね。イラストレーター名、つくしさん。タイトル、カリム・アル・アジーム、ツイステッド・ワンダーランド。斉藤直樹先生、はじめまして。私は書き込みを増やすのが苦手で、それを克服したいと思い、自分の精一杯の力でこのイラストを描きました。このイラストは授業中にぼーっと見つめていたら目が合っちゃったというイメージで描きました。いいですね。カリムくんは普段は笑顔で裏表がないようなイメージのキャラクターなのですが、ふとした時の少し大人っぽい雰囲気をイメージして描きました。特に採点してほしい点は、服や装飾品の質感です。金属のものや柔らかな布など、質感の違いをうまく表現できなかったので教えていただけると幸いです。また、背景の立体感が全然表せなかったので、立体感のある背景の描き方も教えていただけると幸いです。採点よろしくお願いします。とのことです。いや、まずですね、キャラクターがめちゃくちゃ魅力的に描かれていますね。特に手がね、すごくかっこいいです。いや、なんかもう僕男ですけど、この手に撫でられたいとかね、手を繋ぎたいとか、なんならこの手に守られたいとか思ってしまいました。いや、もうこういう感情を抱かせられるのってすごく絵の良さだと思いますので、つくしさんの絵、それだけね、力があると思いました。すごいパワーです。で、添削してほしいポイントとして、つくしさんが挙げられたのが、布や金属の質感、そして背景の立体感ということで、ここもね、目の付けどころがすごくいいなっていうふうに思いました。でもですね、ただ質感を出そうとか、背景を立体的に描こうとか意識しても、おそらくね、この問題って解決しないんですよ。というかですね、自分で言うぐらいですから、今までもつくしさんはそういう意識で描いてきたんだと思うんですよ。でも、うまくいかなかった。それはなぜかというと、意識するポイントが微妙にずれているからなんですね。今回はその点を踏まえて添削していきましょう。まず、背景の立体感を出したいというポイントなんですが、確かにね、この絵を見ると、背景があまり立体的な感じがしません。でもね、これなんでそう思うかっていうと、立体的に描けていないからではないんですよ。どういうことなのか、これはね、ちょっとやってみた方が早いと思いますので、早速修正していきますね。まずはこうします。はい、窓枠の形をね、変形でこんな風に変えてみました。さらに、こうします。ですね、これ多分ゲームをやっている人は気づいたかもしれませんが、ナイトレイブンカレッジの教室の風景なんですね、多分。でね、この後ろにあるのがこの模様ですね。これは机の模様なんですが、この机の見え方も窓枠の見え方に合わせて変更してみました。あとですね、ここが机なので、この後ろに座っている生徒の腕も若干見えると思います。はい。これね、今何をやったかっていうと、画面外を想像したってことです。これね、どういうことかというと、絵を描き慣れない人っておそらくこの画面の絵の範囲内だけで完結するように考えがちなんですが、僕の頭の中どういう風に考えているかっていうと、この図を見てください。はい、この図なんですけど、絵の範囲はですね、ここです。ここが絵の範囲なんですが、僕の場合はですね、この絵の添削前に
こんな感じの全体図、絵のね、範囲外の部分まで想像して、それから添削をしているんですね。例えば、自分はどこに座っているのか。このね、真向かい側にも机がありますので、そこに自分は座っていて、その机を座った状態でカリムくんを見ている。で、そうして見た時に、窓の見え方はこのぐらいだな。そして、後ろにも机があって、こんな風にね、後ろの生徒も座っているな。で、こっちにも当然人はいるよな。で、光はどっちから入ってきてるかな。この窓からかな。あ、でも全体を見ると、上に天窓があって、その天窓からこの光が差し込んでるんだよなっていう、そこまで画面外の情報を考えているんですね。そういうことを考えながら添削してきたんですが、どうですか？自分がどこからカリムくんを見ているのかを設定して、で、カリムくんの周りは実際にどうなっているのか、これをね、想像しながら変更を加えていっただけなんですが、特に立体的に描こうとは意識していませんでした。でも、どうでしょう？今の変更だけで、なんとなく立体的に見えてきましたよね。それはなぜか、一言で言うと、今言った画面外まで想像の範囲を広げたからなんです。ね、立体感をそこまで意識しなくても、立体的になっちゃったでしょ？はい。ではですね、まだ途中なので、画面外の情報、もうちょっとね、増やしていってみましょう。やってみます。はい。窓の外の風景ですね。変更前は空だったんですけど、ここをね、こんな風に、外の葉っぱのニュアンスを書き加えてあげても、こんな風に雰囲気が出ると思います。あとはですね、光がどこから差し込んでいるかも重要です。ツイステの教室を調べてみるとわかるんですが、このね、ここの窓から差し込む光ももちろんあると思うんですが、印象的なのが天窓からの光なんですよね。ちょっと書いてみますね。はい、このようにですね、天窓から上から差し込む光を書き入れてあげることでも、この教室の空間がかなり開放的な空間だということが表現でき、おのずと立体感が表現できちゃうわけなんですよ。実際ね、すごい天井高いんですよね、この教室。それとですね、こんなのも効果的です。はい、カリムくんが肘をついている机から反射してくる光ですね。これも書き加えてあげることで、画面には映ってないけど、ここにも光を反射する何かがあるな。あ、そっか、机かってね、これだけでも画面外を表現できちゃいます。このように背景の立体感が足りなかったのは書き込みの問題ではなくて、画面外に書かれている部分がどうなっているのか自分で想像できていなかったことが大きいと思います。想像だけで補えなかったらですね、こんな風に、結構ね、雑でもいいので、こんな風にですね、実際に紙に書いてみて、一旦自分の中で想像できるようになったら、そこで改めて絵を描いてみると、そこまで立体感を強く意識しなくても、背景は勝手に立体的に描けちゃうんですよ。ね、すごいでしょ？でですね、次にキャラクターの部分を添削していくんですが、基本的にはね、すごくよく描けているので、そこまで大幅に直すところはありません。ただ、ご本人が気にしている質感の描き分けですね。ここを中心に添削していきます。で、質感の描き分けなんですが、質感もですね、質感自体をうまく描こうとしても、そこまでうまくいかないと思います。では、何を意識すればいいのかというと、陰影です。陰影を意識することで質感というのは勝手に出ちゃうものなんです。まずですね、この絵の光源は上にあるよっていうのをさっき設定したので、それに沿ってカリムくんにも影を落としてあげたいと思います。やってみます。
はい、カリムくんに当たる上からの光を意識して陰影を追加しました。こうした時にカリムくんには光の面と影の面ができましたよね。そしたらですね、ここがポイントです。よく見ててください。はい、どうでしょう。今一部分しか書いていませんが、見比べると布の質感と金属の質感の違い、出た感じしませんか？ほら、出たでしょ？こんな感じです。今ですね、陰影を描いていきましたが、この時に意識するのがまさに質感の違い、特に光と影の境目を見てください。例えばですね、この金属質なラインの部分と、この布の部分の陰影の違いを見てください。布の部分は単純に光と影で表現されていますが、金属的なラインの部分はどうか見てみると、光と影の切り替わりの部分、ここですね。ここでかなり強いハイライトが入って、この脇にかなり濃い影が入って、そして影面になっていって、そしてここにさらに反射光が入っています。このようにですね、陰影一つとっても、布の部分と金属の部分では、光の反射の仕方に違いが出てくるんですよ。この光の影響の違い、素材による光の反射の仕方の違いを描くことが、質感の描き分けの大きなポイントなんです。質感を描くっていうとね、ちょっと捉えどころがないような感じがするんですが、光の反射の仕方の違いで質感を描くって言われると、なんとなくイメージがつきやすくなりませんか？あとはね、これはちょっと反則技ではあるんですが、こういうのもあります。はい。キラキラを描いちゃうっていうね。場合によっては、これがついたところは金属質っていう、そういう記号的な書き分けもあると思います。これだけにね、頼ってしまうと、ちょっと絵の技術は向上しませんから、上達したいっていう場合には、ほどほどにっていう感じでしょうか。あとですね、ここからはおまけの部分なんですが、つくしさんはちょっと大人びたキャラや表情が好きだと思うので、あえていつもよりも大人びた雰囲気のカリムくんを描いたんだと思います。例えばね、この手の大きさとかも結構大きめに描くことで、男の色っぽさがうまく表現できてますよね。僕はね、二次創作の場合には、こういう自分好みの味付けってめっちゃいいと思うんですよね。なので、超ありです。ただ、ここにですね、元キャラのちょっとやんちゃっぽい、いたずらっぽい雰囲気をさらにプラスすることでも、もっとこの絵をパワーアップできるような気がしましたので、少しだけキャラの部分を添削してみたいと思います。まずですね、ここですかね。はい、ちょっとね、鼻だけ短くしました。この絵を見た時にちょっと面長に感じていたんですが、それはきっと鼻筋が長かったからだと思いますので、少しだけ短めにしてみました。で、鼻をね、短くしたことでちょっとね、口のあたりのバランスがおかしくなったので、顎も整えます。はい、こんな感じです。これとちょっと細かいことなんですが、口の線の描き方一つでも微妙な表情を描き分けられるのと、細かいニュアンスが表現できると思いますので、やってみます。はい、こんな風にですね、濃い部分を作ってあげることで、力が入っている部分と逆に力が入っていない部分が描き分けられますよね。カリムくんはですね、この口角にですね、すごく力が入っていて、それが根やかな感じだったり、あざとさみたいなね、キャラクター性につながっている感じがするので、
口角を若干濃いめにしてあげることで、彼のそういった性格のニュアンスを拾うことができると思います。あとですね、ちょっとだけ歯を見せてあげても表情の違いが出ていいかもしれませんね。あとはちょっと細かいんですが、ここも調整します。はい、結構ですね、カリムくん、ターバンの印象が大きいので、ターバンを少し太めに調整してあげて、それとね、文様ですね。この金色の文様。これも少し太くしてあげることで印象が強くなるんじゃないかと思います。で、あとはここですね。はい、ターバンの上から覗く髪の毛のシルエットを少しバサバサっとさせてみました。ちょっと変更前はおとなしめな印象だったんですが、この髪の毛のシルエットを若干立たせてあげるだけで、ちょっとね、やんちゃっぽい雰囲気を少しだけ足してあげることができちゃいますね。これと肩の部分、ここもね、少し気になるので調整します。はい、結構ですね、肩幅が広く描かれていたんですが、これのおかげでかなり肉付きがいい感じに見えていました。ですが、肩の部分、ここですね。ここをきちっと描いてあげることで、カリムくんの細身な体にゆったりした服を着ている感じを表現できると思います。それと、これはちょっと細かいことなんですが、カリムくんは肘をこんな風についているので、体勢的にはちょっと前のめりになっているはずなんですね。なので、体の前の部分も体の傾きに合わせて少しだけ直してみましょう。はい、こんな感じです。ちょっとね、鎖骨なんかを覗かせてあげると、ちょっと色っぽさなんかもアップしていい感じだと思います。あとね、なんとなくなんですが、画面の右側がちょっと寂しいような気がしますので、こうしちゃってもいいかなと思いました。はい、見ているこっちに気づいて、やってね、手を振ってくれるカリムくん。で、これ良くないですか？見ている方はカリムくんのかっこよさに見とれてしまって、なんていうか若干ね、ちょっと後ろめたいような気持ちでこっそり見ていたのに、目が合っちまったな。その目線に対してめちゃくちゃ爽やかに返してくれるカリムくん。いやもうね、この瞬間ね、好きになっちゃいますよね。はい。ということで、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。どうでしょう？こうやって重ねてみるとね、人物はほとんど変更がないのがお分かりいただけると思います。すごくね、よく描けてました。今回の添削のポイントはですね、キャラクターの質感の描き分けと背景の立体感の添削でした。で、まず背景の立体感の添削なんですが、背景は立体的に描こうとそこまでしなくても立体感を表現する手段として、まずはですね、描く前にこんな風に実際に描いてもいいですし、想像でもいいです。このキャラクターがどこにいて、そして自分はどの位置でそのキャラクターを見ているのか。そしてこのキャラクターの周りはどうなっていて、光源はどこなのか。これをね、想像することが大事だよという話をしました。添削前はですね、アイレベルがこの辺にあります。結構ね、上の方にあるんですよ。これはどういうことを意味してしまうのかというとですね、
カリムくんを私が見下ろしているというね、表現になってしまうんですよ。これがちょっとこの状況がどういう状況なのか想像しにくくしてしまっていたんです。なので、私のね、視点、私がどの位置で、どの目の高さでカリムくんを見ているのか、これをね、強く意識するのがまずは大事です。これを踏まえた上で、背景を描いてみるとですね、こんな風になったんですが、そうするとですね、背景を立体的に描こうと意識せずとも、自然とこんな風に背景を想像できて、立体的な空間を描けるようになります。あとはね、光源をちゃんと設定してあげることによって、この空間がどういう空間なのか、どの程度の広さなのか、そしてどんな明るさでどういう雰囲気なのか、想像しやすくなりますよね。背景を立体的に描きたい。そんな時はですね、画面の中だけではなくて、画面の外はどうなっているのか、これをね、強く意識してみてください。で、次に光源が上だったので、上からの光に対してこういう影を追加してみました。で、次のポイントはですね、質感の書き分けだったわけですけども、この質感の書き分け、まさにですね、この陰影表現によって質感の書き分けはするんだよという話をしました。具体的には、この金属部分の描き方を見てください。ここのポイントとして、光が当たるものによって光の反射の仕方が違う。それをね、表現することが大事だよという話をしました。布面は光をね、そこまで反射しないので、こんな風にふわっとした、描き方になりますが、金属はですね、光を強く反射しますので、かなりね、コントラストの強い陰影表現になります。この光の反射の仕方を描くことで質感というのは表現できるよという話をしました。で、あとはね、ちょっと反則技になるんですが、こんな風にキラキラエフェクトですね。これを描いてあげても、これは光ってるんだよ、金属なんだよということを表現できるという話をしました。これはね、ちょっと飛び道具的です。そして最後、キャラクターの部分はね、すごくよく描けていたので、若干の調整になるんですが、つくしさんの描いたカリムくんは結構ね、大人びた雰囲気で、性格もなんとなくね、落ち着いた感じがしました。これはね、あえてこういう風に表現しているんだとしたら、もう全然 OK なんですが、ここにですね、ちょっと元のやんちゃさみたいなのをね、追加してあげても、キャラクターとしての魅力が引き立つかなという風に思って、少しだけね、こんな風に調整してみました。今回は画面外の情報を考えて描くとイメージが広がって、背景が立体的に立ち上がってくるよというお話をしましたが、そういう意味ではこちらの動画がすごく参考になると思います。視聴者さんの絵、プロが本気で塗ってみたらどうなる ?1 と2ですね。こちらは視聴者さんの絵を僕が色を塗ってみた動画なのですが、この時にも僕は画面内だけではなくて画面外の情報を考えながら色を塗っていること。そしてそれがどのぐらい効果的なのか。これをね、具体的な例を通して分かっていただけると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にお待たせしました。いつものやつで締めていきましょう。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。